皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道においては大きな出来事しかウクライナ情勢に関しては取り上げてくれません。しかし、日々ウクライナ情勢に関連するニュースはネットを中心としてこまめに配信はされています。このチャンネルではそうした分散している情報をなるべく拾い上げて皆さんにお伝えしていきます。ぜひともウクライナ情勢についての情報をこれからもこのチャンネルで更新していってください。まずは、ロシア軍の兵士調達の方法に新たな一手が加わりました。ウクライナ侵攻参加で借金帳消しにロシア兵員確保の一環。ロシアのプーチン大統領はウクライナ侵攻に加わる兵士らが抱える借金を約1480万円を限度に返済免除とする法律に署名した。12月1日に発行する。志願による契約で兵員を確保する施策の一環とみられる。法律によると、12月1日以降に1年以上の契約を国防省と結ぶ兵士やその配偶者らに適用され、帳消しとなるのは12月1日までに負った借金。ロシア通信によると、ペスコフ大統領報道官は新たな動員に関する計画はないと改めて強調した。ロシア人の兵士調達の方法として、借金苦に追われている人たちを軍へと招こうとしている。それだけではなく、海外からの調達も手を広げています。ロシア、前線にイエメン人投入、フーシ派関与とフィナンシャルタイムズ報道。イギリスのフィナンシャルタイムズは、ウクライナ侵略を続けるロシアが、中東イエメンから男性数百人を前線に投入していると報じた。イエメンの親イラン組織フーシ派が戦闘に従事することを伏せて人員を募集していると指摘。フーシ派へのロシア製兵器供与に向けた協議も進んでいるとして、双方が連携を深めていると分析した。ロシアは北朝鮮から兵士の派遣を受けるなどして、慢性的な兵力不足の解消に躍起となっている。フーシ派は航海を航行する商船に攻撃を繰り返しており、アメリカメディアによると、ロシアからイランを通じて船舶の位置に関する衛星情報の提供を受けているとされる。フィナンシャルタイムズによると、募集は今年7月頃に始まった。高い給料やロシア国籍が得られる仕事があると騙して渡航させた後、強制的に契約させるケースが多いという。ほとんどの戦闘員は訓練が不十分で、すでに死者が出たとの情報もある。そして、兵士をかき集めたロシア軍による攻勢も各地で続いています。ロシア本国領クルスク州での戦い、ロシア軍による反撃と迎撃戦が展開されています。この地に展開しているロシア軍は4万。これに加えて北朝鮮軍1万から1万2000人が戦闘に参加していると言われています。これを迎撃するのがウクライナ軍2万です。戦力比較としては、守っているウクライナ軍が2万いるのに対して、ロシア軍は5万ですから、比率としては防御側はかなり持ちこたえることができるでしょう。ただし、ロシア軍の取り戻した占領地域赤く塗られている部分なわけですが、占領地域最大化した時と比べると 40% 程度は失われているとのことで、じわりとウクライナ軍が後退を続けています。戦闘全体で見た場合においては、ウクライナ軍の方が被害は少ないとされていますが、どうしても戦力の回復力で差があるがために完全に撃退するといったことができていません。続いて東部戦線。東部戦線全域で激しい戦闘が各地で展開し続けています。その中でも日々戦線が動いているのがポクロフシク周辺です。かつての激戦地バフムト周辺などに比べると、ポクロフシク周辺での攻勢は防御ラインをしっかりと固定化することができておらず、少しずつロシア軍の進軍が続いている状況です。この地域からは援軍が十分に来ないといったことがたびたび報告として上がっており、ウクライナ軍にとっては最も苦しい戦域だと見られています。続いて南部戦線ザポリージャ州。この地域における戦線は長い間固定化状態が続いていて、まさに膠着状態だと言えるでしょう。しかし、ここ最近だとロシア軍がこの地域で大規模攻勢に出るのではないかといった話がたびたび報じられています。現在のところは小競り合いが続いている状況ですが、ウクライナ軍の戦力を少しでも陽動するための情報戦といったことも考えられ、しかしそうではないといったこともあり得るので、引き続き状況の監視は必要でしょう。ウクライナの戦場、ロシア軍は多くの兵士を必要としており、最も多くの兵力を引き出すことができたのが北朝鮮からです。その北朝鮮に対してロシアは見返りを送っています。
ロシア、北朝鮮に石油を大量供給か、国連制裁違反の疑い。ロシアが3月以降、北朝鮮に少なくとも100万バレルの石油を供給した可能性があることが、イギリス BBC 放送の衛星画像分析で判明した。ロシア極東と北朝鮮との港を往来する船を追跡した。ロシアに対する武器供与や兵士派遣の見返りとみられ、事実なら北朝鮮への石油精製品供給の年間上限を50万バレルと定めた国連安保理の制裁決議に違反する。100万バレルは統計上、昨年ロシアが北朝鮮に輸出した石油の10倍に当たる。韓国の専門家は、北朝鮮にとっては相当な量で、軍事協力の対価として無料で入手している可能性もあると指摘。制裁によって国際市場からの石油調達が困難な北朝鮮にとって、国連常任理事国が制裁決議に違反する形で石油を融通するというどうしようもない状態に陥っています。現在の国連がいかに機能していないかを表しています。その他、韓国の報道ではありますが、ロシアは北朝鮮に対して防空システムや対空ミサイルを供与したと報じているところもあります。ロシアが兵力を北朝鮮だけではなく中近東などからも集めようとしている点は、今がまさに攻め時と考えて攻勢を繰り返しているからに他ならないでしょう。一方で、ウクライナに対する軍事支援第1位であるアメリカは、バイデン政権からトランプ政権へと変わるときに支援が途絶する危険性もあり、ヨーロッパの支援のあり方が問われているところです。ここ最近の動きとしては、イギリスとフランスに注目すべきでしょう。この2つの国は、共にウクライナに対して巡航ミサイルを供与しています。つい最近になってようやくバイデン政権がATACMSミサイルのロシア領への使用を許可しました。これに応じる形でようやくイギリス、フランスも供与している巡航ミサイルをロシア領に使っても良いと方針転換しました。このような許可を出さなかった理由というのが、そもそもアメリカが関連技術や部品などの使用に関しての制限をかけていて、イギリスやフランスだけでは許可できなかったのではないかと言われています。何にしてもイギリス、フランスがそのようにして使えるように姿勢を変えたのはウクライナにとっては良いことでしょう。ストームシャドウはすでにロシア領の前線司令所に対する攻撃で成果を上げたと言われています。これに続いてフランスの供与している巡航ミサイルスカルプもいずれは使用されることでしょう。プラスイギリスは今の時期非常にウクライナにとって大事な戦況が続いていますから、ストームシャドウの追加供与も発表しています。ただし、弾数については100発以下だと言われていますので、戦況全体を揺るがすというのはちょっと難しいでしょう。巡航ミサイルはどうしても高額な兵器ですから、1000発1万発といった大量供与というのはちょっと難しいものです。ちなみにここ最近ちょっと誤解を招くかもしれないと思われる報道がありました。それはヨーロッパ各国の兵士がウクライナへと派遣されるかもしれないというものです。ちょっと好意的に見すぎている人たちの中には、ようやくヨーロッパの軍隊がウクライナ支援に入るのかといった具合にして、あたかも戦場で戦うかのような誤解をしている人もいました。今回報道されているヨーロッパの兵士派遣というのは、ウクライナ国内で行われているウクライナ兵士に対する訓練の教官役の人たちです。兵士を養成するにも多くの人手がかかります。その負担を少しでも和らげるために各国からの訓練教官などを派遣しようというわけです。ただしこれもヨーロッパ各国にとっては危険なこととなります。ウクライナはどこから攻撃されるかはわからない状態なので、訓練基地だからといってロシア軍が攻撃しないなんてことはありません。過去、ウクライナ軍の訓練施設に対する遠距離攻撃が行われて多くの兵士が亡くなったといったことも実際にありました。現在のところウクライナの新兵訓練については国内で行われるものプラスアルファ EU が資金を出してイギリス、フランスなどで訓練を行うといったことも行われています。そうした動きを少しでも加速させようとする、そういった動きが考えられているわけです。もしももう一段派遣を強化するとするならば、陸上戦闘は発生しないであろうウクライナ西部において防空にも肩代わりするような派兵といったものも考えられるかもしれません。今のところ検討されている案としては、民間軍事会社の活用といったことが議論されていて、防空兵器をヨーロッパがリースし、そのリースされた防空兵器を
民間軍事会社の人員が操って飛来するドローンなどを迎撃するといったことなどが考えられているわけです。パトリオットミサイルの操作などは民間軍事会社に任されることはないでしょう。この後ヨーロッパ各国がアメリカの支援が途絶することを前提としてどれだけ支援のレベルを上げられるかといったところがウクライナにとっては非常に関心のある出来事となるでしょう。ウクライナ情勢に関するニュースは今の日本ではどうしても埋もれがちになるものです。しかし、国連常任理事国による侵略がこのままロシアにとって都合の良い状態で終われば、それは当然のように次なる戦争の火種となると私は考えています。中国が軍事活動を行って、その結果として中国にとって都合の良い終わり方を迎えるような、そんな軍事作戦が次に待ち構えているとしたら、その影響は日本にとっては非常に悪影響をもたらすものだと言えるでしょう。ロシアによる軍事侵攻といったものは決してロシアとウクライナその2カ国だけの話ではないのです。というわけで今回のニュースはここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。